皆さんこんにちは、あかねです。今日は公園で撮影しています。今周りに人がいないのでちょっとマスクを外します。マスクを外しました。今日皆さんに紹介するのは、日本に住むなら気をつけた方がいいことです。これは私が今まで留学生に聞いたりとか、外国人の友達に聞いたりとか、あとこの前インスタのストーリーズでも募集をしました。なのでそれを紹介したいと思います。はい、まず1つ目です。これは一番多かったことなんですけど、ゴミの捨て方です。ゴミを捨てる方法です。地域によっても違うんですけど、日本はだいたい燃えるゴミ、燃えないゴミ、あとプラスチック、瓶缶など捨てる時に分けなければいけません。で、しかもその捨て方なんですけど、私が住んでいる地域はその市が指定したゴミ袋を買って、そのゴミ袋に入れて捨てなければなりません。で、これは地域によって違います。なので必ず確認してください。じゃあどうやってゴミの分別方法を調べるのか、あとは何曜日にこのゴミを出すっていうのも決まっているので、どうやってそれを調べるのかというと、インターネットでも調べることができます。自分が住んでる市や区、ゴミの分別と入れると出てきます。で、最近は外国語で説明をしている市や区もあります。なので自分が住んでいる市、ゴミの分別、例えばベトナム語とか英語、中国語というふうに自分の母語を入れて検索すると出てくる可能性があるので、ぜひやってみてください。はい、では次です。これはマンションに住んでいる人とか、アパートに住んでいる人の場合なんですけど、例えばエレベーターに乗っている時とか階段を使っている時に、同じマンションやアパートに住んでいる人とすれ違うことがありますよね。で、その時に挨拶をしてくれることが多いと思います。こんにちはって言われる可能性があります。なので相手の人からこんにちはって言われたら、こんにちはって言えばそれでいいです。その後会話が続くことはあんまりないと思います。はい。ただこの話はもしかしたらされる可能性があります。はい、これが次です。天気の話です。よく私も学生に言われるんですけど、どうして日本人は天気の話が好きなんですかって言われるんですけど、天気の話が好きなわけじゃなくて、天気の話は重要なわけじゃなくて、その人と何か話す前のちょっとした、スモールトークというか、何か話す前にちょっと話す話題として、天気の話だったら、みんな誰でもできる話だから、天気の話をすることが多いです。だいたい私たちが天気の話をするときは、例えば今日も暑いですねとか、今日はすごく寒いですねとか、最近雨が多いですねとか、そういう話なんですよね。別に今日が晴れているとか、今日雨が降っていることは別に重要じゃなくて、その後少し別の話題をするための話なんですよ。だから私なんかは、例えばエレベーターで会社の人と会った時に、なんかちょっと話す時に、話題もすぐ思いつかないから、まずは最近暑いですねって言うと、相手の人がそうだよね、最近暑いよねとか、なんか今日雨が降るらしいよ、傘持ってきたとかで、そこから別の話題になったりすることもあるんです。はい。なので暑いですねって言われたら、暑いですねとか、本当ですねっていうふうに言えばいいです。そんなに難しい会話は求めていません。はい。これもマンションのエレベーターで同じマンションの住人と会った時に、こんにちは、暑いですねって言われることがあると思うんですけど、その時はそうですね、最近暑いですねとか、昨日は涼しかったですけど今日は暑いですねというふうに簡単に話せばいいです。はい。次は騒音トラブルが多いです。これはアパートやマンションに住んでる人が、よく聞く問題だと思うんですけど、皆さんの国はどうなのかな。なんか日本の壁は薄いらしいです。私が
その騒音トラブルに悩まされたことはあまりないですけど、やっぱり他の家でそういうトラブルがあったっていう話はよく聞きます。例えばピアノの音とか、こう走る音とか、音楽の音とか、あと目覚まし、アラームですね。このアラームの音とか、結構隣の家とか上とか下に聞こえてしまうんですよね。でそれが1回だったらいいけど、毎日毎日続くとやっぱり眠れなかったりとか、勉強とか仕事に集中することができなかったりしますよね。なので特に夜はあまり大きい音を出さないようにした方がいいです。であと電話する時に時々ベランダ、バルコニー、その部屋の外で電話をしたりする人がいるんですけど、それは絶対にやめてください。もう周りの部屋にほとんど聞こえてしまうと思います。なので部屋の中で静かに話すっていうのを心がけた方がいいです。かなりトラブルになります。私の友達も前それですごく揉めてしまって、その人が引っ越したのかな、多分どちらかが引っ越しました。もうそういうことにもなってしまうので、騒音トラブルには気をつけてください。よくあります。はい、次です。クレジットカードが使えないお店があります。大きい店とかコンビニとかスーパーとかチェーン店はだいたい使えます。ただ個人でやってるお店とか小さいお店とかは使えない場合もあります。なので絶対に現金を持っていくことをおすすめします。例えば今日はコンビニにしか行かないって決めてるんだったら、クレジットカードだけでいいと思うし、私はスイカを使ってるので、コンビニだけ行くならスマートフォンだけ持っていくこともあります。でも学校に行く時とか会社に行く時とか、帰りにどこに行くか分かんないなっていう時は現金を少しでも持っていった方がいいと思います。現金しか使えないお店があることに対して日本は遅れているって言われることがあって、確かにね、それは納得します。でも私は現金を使えてよかったって思ったことが何回かあります。それは、停電した時です。私が住んでいる千葉県は台風が、直撃したことがあります。その時に停電しました。でお店は営業してたんですよ、その時に。でも真っ暗です。でレジに何て書いてあったと思いますか？現金のみと書いてありました。普段はクレジットカードやスマートフォンでお金を払うことができますが、それって全部機械ですよね。だから電気がなかったら使えないんですよ。でも現金なら例えばね、いくら買ったってメモしたりすることもできますよね。これは本当に緊急の場合ですけど、で現金を使うことができたので、その時はちょっと機械に頼りすぎるのは、個人的にね、やっぱちょっと怖いなって思いました。それは日本が地震が多かったり、台風も来たりするからかもしれないから、みんなの国と事情がちょっと違うかもしれませんが、台風の停電を経験した時はちょっと怖いなって思いました。次は時間に厳しい。これはどうなんですかね。日本以外の国もそうかもしれませんけど、学校によったり先生によるかもしれないし、会社の上司によるかもしれないんですけど、やっぱり時間は守りましょうっていう考えの人が多いです。でそれは私たちがもう小学校から先生にずっと言われてることで、5分前10分前には必ず学校に来ましょうっていうふうに言われるところが多いと思います。これは例えばその授業とか仕事が始まる時間だけじゃなくて、例えば学校でレポートを出す時、これは中学校の時もそうでした。それはすごく厳しい先生だったんですけど、そうだね、確か時出さなければいけないペーパーテストみたいなのがあって、でそれを私5分ぐらい遅れてしまったんですね。そしたらもういらないって言われました。はい。でも仕事も同じです。例えば明日の1時までにこれを出してくださいって言われたら、やっぱり1時までに出さないと信用がなくなってしまう可能性があります。もし間に合わないなら必ず前もって事前に間に合わない理由を言った方がいいですね。相談するべきだと思います。場合によっては
もうちょっと待ってくれる場合もあります。提出しなきゃいけない時間の1時になってからすみませんやっぱり間に合いませんっていうのは多分社会人としてはちょっと、信用がなくなってしまうかもしれないのでちょっと気をつけてください。はい、次です。電車やバスに乗る時のマナーです。多分多くの人が知ってると思いますが、日本の電車やバスに乗っている時に、電話をしてはいけません。でこれはね電話だけじゃないんですよ。実は多分日本の電車とかバスに乗ったことがある人なら知ってると思うんですけど、静かですよね。日本の電車とかバスって話してもいいんですよ。話してもいいんだけど大きな声で話さないでください。前大きな声で話している人たちがいて他の人に注意されていました。基本的に静かなんですよ。だからやっぱり大きな声で話してるとすごく聞こえてしまうし目立ちますよね。なので友達とか誰かと一緒に乗った時に話してもいいんですけどちょっと小さい声で話すように意識してください。はい、次です。これカビが生えやすいっていうのがあったんですけど、日本は湿気が多いです。もちろん地域によっても違うんですけど湿気が多いですこれは私が、今まで住んでたところも同じですね。はい、結構ちゃんと換気をしなかったり除湿をしないと、例えば夏になってじゃあ夏服と冬服をちょっと入れ替えようとか夏服を出そうって思った時にカビが生えてるっていうことはあります。はい、なので私のおすすめは除湿機とか、あとね除湿する、ここに写真出てますけどこういうのがあるので、特に梅雨の時期は湿度が高いのでこういうものを買って対策をするのがいいと思います。これもね地域によって違うんですけど、もしその地域に住んでる知り合いがいたら、湿気が多いかどうか聞いてみるのもいいと思います。はい、次はアドバイスなんですけど、日本に住む人は必ず防災グッズを買ってください。もう皆さん理由わかりますよね。日本は地震が多いです。台風も来ます。地震がそんなに大きくなかったら影響はほとんどないです。でも大きな地震があったら停電します。電気が止まります。断水します。水が使えません。水が止まります。でこれは私の経験なんですけど、東日本大震災の時に私はその時は、東京とか埼玉県にいたんですけど、その地震があった2日後か3日後ぐらいにコンビニに行きました。商品がほとんどありませんでした。私がちょっと記憶に残ってるのはジャムは売ってましたね。ジャムとか調味料はありましたけど、パン、おにぎり、弁当、そういったすぐに食べられるものはほとんどありませんでした。なので日本に住む人は食べ物とかあと水を準備した方がいいと思います。あと賞味期限が長いもの、保存食って言ったりもするんですけど、レトルトに入っているものとか、あとは非常食といってそういう災害が起きた時に食べるのに便利なものが結構売ってるので、ネットでも買えます。ネットでも買えるし、大きなスーパーとか、ショッピングモールにもなんか防災グッズとか非常食コーナーがあったりするので、少しでもいいから買っておいてください。これはもう日本に住んでる人にお願いです。地震はいつあるかわからないので、何かあった時のために準備しておいた方がいいと思います。そうで、あとね、前私公衆電話の動画を作ったんですよ。でこの時にこんな古いものがまだ日本に残ってるんですかって言われたんだけど、確かにね古いですよね。でも震災の時、災害があった時、公衆電話は本当に役に立ちます。電気が使えなかったら充電できません。じゃあどうやって家族に連絡しますか？どうやって友達に連絡しますか？公衆電話は災害があってもつながるんです。で10円とか100円を使うことができます。前も紹介しましたけどテレフォンカードというものもあります。なので公衆電話のかけ方は覚えておいた方がいいと思います。実は今日本の若い人も公衆電話を使ったことがなくて、この前ねちょっとある会社の通信が
使えなくなってしまって、すごい大きなニュースになったんです。でその時に公衆電話を使った人も結構いたそうなんですが、使い方がわからないっていう人もいたみたいです。そんなに普段使うことはないですけど、でもやっぱり知っておくと便利なことってたくさんあると思うので、ぜひ見てください。はい、最後です。日本は 100% 安全かと言われたらそうじゃありません。よく日本は安全ですって言ってくれる人が多いんですが、日本でもいろいろな怖い事件とか危ないことはもちろんあります。例えばね、お店に行って荷物を置いておいても盗まれるっていうことは確かにその可能性は低いです。でもニュースを見たらもう信じられないことがたくさんありますし、絶対安全かって言われたらそうではありません。私だったら大丈夫とか、日本だから安全だっていうのは危険な考え方だと思います。安全だとは言われていますが、だからといって 100% 絶対に大丈夫とは言えません。特に旅行で日本に来る人は短い期間ですよね。しかも行くところも観光地として有名なところばかりだと思います。でも旅行するのと住むのは全然違います。なので気をつけてください。今日は日本に住む時に気をつけた方がいいことを紹介しました。その他にもいろいろあると思います。もし日本に住んでる人いたら、こういうことは気をつけた方がいいですよっていうのをコメントで教えてください。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はここまでです。バイバイ。いつもいろいろな言語でコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。